はいどうも、こんにちは、こんばんは、しふです。今回は OBS に HDR 映像を映して YouTube 生配信する設定方法について解説します。まずはこちらの動画を見てほしいんですが、これは普通にゲーム映像を OBS に映して今まで通りの設定方法で配信した動画になります。ただ今回の HDR の設定を行うことで HDR 対応のモニターやテレビ、スマホなどで配信を見ればこのように色鮮やかな映像を配信で楽しむことができますし、自分自身も HDR 映像を見ながらプレイもできるので視聴者側、配信者側の両方にメリットがある配信方法となっています。今回は OBS に HDR 映像を映して YouTube 生配信する設定方法を詳しく解説していくので、やり方が気になるという人は最後まで確認していってください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。早速やり方を解説していきたいところなんですが、事前に知っておいてもらいたい注意点が5つほどあります。その概要を言っておくと、 OBS をバージョン 28.0 以上にアップデートする必要がある、 Windows のみ対応、PC に特定の GPU が搭載されている必要がある、 HDR 映像を出力できる機器を使用する必要がある、キャプチャーボードを使用するなら HDR 対応の製品を選ぶ必要がある。このような注意点が5つもあるので、事前に確認してもらえたらと思います。まず最初に OBS をバージョン 28.0 以上にアップデートする必要があるということですが、 HDR 映像を映して YouTube 生配信できる機能はバージョン 28.0 になってから追加された新機能となっています。古いバージョンを使用していると HDR 映像で配信するための必要な設定項目がなく、正常な色味で映像を配信できないので注意してください。ちなみにバージョン 28.0 にアップデートを行うといくつかの OS に対応しなくなったり、特定のプラグインが使えなくなったりします。詳しい情報は説明欄にアップデート情報を解説した動画リンクを記載しているので、バージョン 28.0 にアップデートする前に確認するようにしてください。次に Windows のみ対応ということですが、 OBS のバージョン 28.0.2 時点の情報になりますが、 Mac や Linux の場合は HDR のサポートが行われていません。今後のアップデートで対応するかもしれないですが、バージョン 28.0.2 時点では Windows のみ対応となっているので、 Mac や Linux を使用している人は HDR 映像での配信は諦めるようにしてください。ちなみに映像のサイズなどを調整することで HDR 映像っぽい色味に変化させ、画質を向上させる設定もあったりします。説明欄に画質を向上させる設定を解説した動画リンクを記載しておくので、興味がある人はこちらの情報をチェックしてみてください。次に PC に特定の GPU が搭載されている必要があるということですが、どの PC でも OBS に HDR 映像を映せるというわけではありません。OBS に HDR 映像を映すために必要な GPU としては NVIDIA 10シリーズ、AMD 5000シリーズ、またはそれ以降の GPU が必要となっています。Intel Quick Sync や Apple VT といった GPU を使用している場合はまだサポートされていない状況です。PC に搭載されている GPU を確認してから HDR の設定を行うようにしてください。ちなみに Windows の PC を使用している場合は、説明欄に GPU といった PC スペックの確認方法を解説した動画リンクを記載しておくので、確認方法がわからない人はチェックしてみてください。次に HDR 映像を出力できる機器を使用する必要があるということですが、使用しているカメラだったりゲーム機などの映像を出力できる機器が HDR 映像を出力できなかったら意味がないので注意してください。もしも HDR 映像を出力できない機器の映像を使用しているのであれば、先ほども紹介しましたが、映像のサイドなどを調整することで HDR 映像っぽい色味に変化させ、画質を向上させる設定ができるようになっています。説明欄に画質を向上させる設定を解説した動画リンクを記載しておくので、興味がある人はこちらの情報をチェックしてみてください。次にキャプチャーボードを使用する場合は HDR 対応の製品を使用する必要があるということですが、キャプチャーボードによってはカメラやゲーム機からの HDR 映像を読み込み PC に出力することができない機器もあるので注意が必要です。バージョン 28.0.2 時点では OBS の公式から公開されている情報になりますが、現状としては ASUS や EVGA、AVAMedia、Elgato といった会社から販売されているこのようなキャプチャーボードが HDR に対応しています。実際にキャプチャーボードを使用する場合は、このようなキャプチャーボードを購入してから設定を行うようにしてください。それでは実際のやり方を解説していきますが、まずはカメラやゲーム機などの映像を出力する側の HDR 設定を行いましょう。
ちなみに自分はゲーム系の動画を多く投稿しているので、今回は PS5 を使用して解説していきます。他の機器を使用して HDR 映像を映したい場合は、自分で HDR の設定方法を調べるようにしてください。あと、すでに OBS にゲーム映像を映すことができていて、YouTube で生配信ができるだけの知識レベルがあるという前提で解説していきます。OBS にゲーム映像すら映せていなかったり、一度も YouTube 生配信したことがないというのであれば、HDR での配信設定は難易度が非常に高いです。まずは通常の映像を OBS に移し、普通に YouTube 生配信する方法を身につけてから、これから先の設定を行いましょう。一応説明欄に OBS の使い方をまとめた再生リストのリンクを記載しておくので、そちらから通常の配信設定方法を確認するようにしてください。それでは HDR 設定を行っていきますが、PS5 の場合は画面右上の設定を選択してください。次にスクリーンとビデオを選択します。次に映像出力の項目にある HDR を選択し、常にオンか対応時のみオンのどちらかを選択してください。次にその下にある HDR 調整を選択します。すると HDR の明るさを調整できる画面が表示されるので、調整できたら次へを選択してください。ちなみに OBS に映った映像を見ながら HDR 調整を行うと、ゲーム専用のモニターに映した映像の色味が大きく変わってしまい、プレイするときに影響が出てくるので、パススルー出力しているゲーム専用のモニターを見ながら調整するようにしてください。次に2回目の調整画面が表示されるので、同じように調整できたら次へを選択してください。次に3回目の調整画面が表示されるので、同じように調整できたら OK を選択してください。すると最初の設定画面に戻ってくるので、ひとまず PS5 本体の HDR 設定は OK です。次にゲーム内の HDR 設定を行いたいので、HDR 映像で録画したいゲームを起動し、HDR 映像に関する設定画面を開いて調整を行ってください。ちなみに PS5 本体の HDR 調整を行った時と同様に、パススルー出力しているゲーム専用のモニターを見ながら調整するようにしてください。次は OBS で HDR 映像を映すための設定方法を解説していきます。ただ注意点として、普通の映像を映したり、普通に YouTube 生配信する方法とは大きく設定方法が異なっています。なので、新しい設定プロファイルとシーンコレクションを作成し、HDR 専用の OBS 設定ができるようにしておくのがおすすめです。そうすると、通常の映像で配信したり、HDR 映像で配信したりと、状況に応じて簡単に変更できるので、その設定をやっておきましょう。まずは新しい設定プロファイルを作成したいので、OBS の画面上にあるプロファイルをクリックして新規をクリックしてください。すると、プロファイルを追加という画面が表示されるので、わかりやすい名前を入力して OK をクリックしてください。今回は HDR 映像専用というようにわかりやすい名前をつけて解説します。すると、プロファイルが新しく作成され、自動的にこのプロファイルが選択されます。このプロファイルは OBS の画面右下にある設定をクリックした時に表示される設定内容を新しく作成できる機能となっており、実際に確認してみると各項目が初期化された状態になっているので確認してみてください。次に新しいシーンコレクションを作成したいので、 OBS の画面上にあるシーンコレクションをクリックして新規をクリックしてください。するとシーンコレクションを追加という画面が表示されるので、分かりやすい名前を入力して OK をクリックしてください。今回は HDR 映像専用というように分かりやすい名前をつけて解説します。するとシーンコレクションが新しく作成され、自動的にこのシーンコレクションが選択されます。このシーンコレクションは OBS のシーンとソースの欄にある設定内容を新しく作成できる機能となっており、何もない初期化された状態になるので、もう一度 OBS に映像を映すような設定を行うようにしてください。このように OBS に映像をもう一度映すことができたら、映像を映しているソースをクリックして選択し、フィルターをクリックしてください。するとフィルター設定の画面が表示されますが、画面左下にあるプラスをクリックして HDR トーンマッピング上書きをクリックしてください。次にフィルター名を決める画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。次にこのような設定画面が表示されますが、トーンの変換の項目が初期設定では SDR になっているので HDR MaxRGB に変更してください。すると HDR 映像が OBS に表示されるようになります。
その他の設定項目に関しては特に設定を変更することなく閉じるをクリックして画面を閉じましょう。このまま OBS の配信設定を行いたいところですが、先に YouTube 側の HDR 設定が必要になるので、そのやり方を解説していきます。ちなみにすでにストリームキーを使って YouTube 配信ができる知識レベルがある前提で解説していくので、新しい設定項目や注意点以外の解説は省かせてもらいます。また 1080p60fps という解像度で配信する前提で解説するので、あらかじめご了承ください。それでは解説しますが、 YouTube 側でいつも通りに配信の準備を行い、このような配信管理画面を開いてください。次にストリームキーを選択の項目にあるデフォルトストリームキーをクリックして、新しいストリームキーを作成をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、まずは分かりやすいように名前と説明の項目に HDR 配信用と入力してください。次にストリーミングプロトコルを HLS コードに変更してください。ちなみにその下にある手動設定をオンにするはチェックを外したままの状態にしておいてください。ここまで設定できたら作成をクリックしましょう。するとストリームキーの各項目が HDR 配信用の設定に変化します。次に配信するのであればライブ配信の遅延の設定を行う必要がありますが、 HDR で配信するのであれば超低遅延を選択したとしても設定が無効になるので注意してください。通常の遅延か低遅延のどちらかを選択するようにしましょう。 YouTube 側の設定が行えたら、次は OBS で HDR 映像を配信するための設定方法を解説していきます。まずは OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。次に配信の項目をクリックしたら、サービスの項目をクリックして全て表示をクリックし、 YouTube HLS を選択してください。次にサーバーがプライマリー YouTube インゲストサーバーであることを確認してください。次にストリームキーを使用するコードをクリックしてください。ちなみに OBS と YouTube をアカウント接続していると、ストリームキーを使用するコードが表示されないので、アカウント接続を解除するようにしてください。するとストリームキーを入力できる画面が表示されるので、先ほど設定を行った YouTube の配信管理画面を開いてストリームキーをコピーしてください。コピーできたら OBS の画面に戻ってストリームキーを貼り付けましょう。次に画面左の出力の項目をクリックしたら、出力モードを詳細に変更して配信タブを開いてください。そして音声トラックは1、エンコーダは NVIDIA NVENCE HEVC、出力をリスケールするはチェックを外したままという設定を行ってください。ちなみに NVIDIA NVENCE HEVC というエンコーダは NVIDIA 10シリーズや AMD 5000シリーズ以降の GPU が搭載されていないと表示されないエンコーダとなっています。他のエンコーダを設定しても OBS で HDR 映像を配信できないので注意してください。次に音声タブを開いたら、トラック1の音声ビットレートを128に設定してください。次に配信タブをクリックして先ほどの画面に戻ったら、エンコーダの設定項目を設定していきますが、レート制御は CBR、ビットレートは 9000kbps、キーフレーム間隔は2秒、プリセットはクオリティ、プロファイルはメイン10、ロックアヘッドはチェックなし、心理視覚チューニングはチェック入れっぱなし、 GPU は0、最大 B フレームは0。ひとまずこの設定にしてください。ちなみにこの中で注意するべきポイントとしては、ビットレートとプロファイルですね。まずはビットレートについてですが、配信のビットレートを決める条件としては、自分のネット回線の上り速度を超えないこと、配信サイトのビットレート上限を超えないこと、上り速度の突発的な上昇・下降に備え約 25% ほど下げて設定すること、この3つの条件を満たしている必要があります。まずは自分のネット回線の上り速度を超えないことですが、配信する場合はネット回線速度が非常に重要になっています。なので説明欄にネット回線速度を計測できるサイトのリンクを記載しておくので、実際に開いてネット回線速度を計測してみてください。自分が契約しているネット回線のアップロード速度は 84.2Mbps、kbps に直すと 84,200kbps となっていたので、これよりもビットレートの数値は大きくしないように設定していきます。次に配信サイトのビットレート上限を超えないことですが、 YouTube ヘルプ、ライブエンコーダの設定、ビットレート、解像度を選択するで解説されている内容を確認してみると、YouTube で 1080p60fps で配信する場合のビットレートの範囲としては4500から 9000kbps が推奨値と決められています。
ただこれは通常の映像で配信する時のビットレート範囲となっており、 HDR 映像で配信する場合のビットレート範囲というのが今現在情報公開されていませんでした。なので今回は通常の映像で配信する時のビットレート範囲で解説していきますが、もしも HDR 映像で配信する時のビットレート範囲が情報公開された場合はその情報を参考にしてください。ちなみにこのビットレートは上げれば上げるほど画質が高くなりますが、上限を超えてしまうと送るデータ量が多すぎて処理しきれず配信がカクついてしまう原因になるので、決められた範囲内で設定する必要があります。なので先ほど自分の上り速度は 84.2Mbps、kbps に直すと 84,200kbps と言いましたが、 YouTube で 1080p60fps の解像度で配信するのであれば、ビットレートに設定できる数値は最大でも 9000kbps までが上限になっているので、この数値よりも大きくしないようにしてください。最後に上り速度の突発的な上昇・下降に備え約 25% ほど下げて設定することですが、状況によっては上り速度が突発的に上昇したり下降することがあるので、それに備えるためにも実測の上り速度より約 25% 低く設定します。自分の場合は実測の上り速度は 84.2Mbps、kbps に直すと 84,200kbps だったので、約 25% ほど下げた値としては 84,200kbps×0.75 で計算すると 63,150kbps というようになります。ただ YouTube で 1080p60fps で配信する場合は最大で 9000kbps までが上限なので、OBS のビットレートの項目には 9000kbps と入力します。実際に計測した上り速度によっては 9000kbps よりも低く設定しなければならない場合もあるので注意してください。次にプロファイルについてですが、実際に確認してみるとメインとメイン10の2種類が選べるようになっています。これを詳しく解説するとものすごく専門的な内容になるのでめちゃくちゃ簡単に解説しますが、この後にカラーフォーマットという項目の設定を行います。その時に OBS 公式から推奨されている HDR 設定というものがあるのですが、そこで推奨されているカラーフォーマットの設定だと10ビットの設定になっているんですよね。ただメインのプロファイルに設定すると8ビットしか対応していないので10ビットには対応していません。しかしメイン10だと10ビットに対応しているので今回はメイン10に設定しています。それでは次の設定に行きますが、画面左の音声をクリックして一般の中にあるサンプルレートを 44.1kHz に変更してください。ちなみに必要に応じてデスクトップ音声の項目を設定したりマイク音声の設定も行うようにしてください。次に映像の項目をクリックして基本キャンバス解像度を 1920×1080、 出力スケーリング解像度も 1920×1080、 FPS 共通値は60に設定してください。次に詳細設定の項目をクリックしカラーフォーマットを P010、 色空間を REC2100(PQ), 色範囲はフルというようにこの3つの項目だけを設定変更してください。ちなみにこのカラーフォーマットと色空間の設定に関してはこちらの OBS 公式から HDR 情報について解説されたページでその記載があります。実際にこの設定を行わないと HDR の綺麗な映像で配信することができなかったので、この2つの設定は必ず行うようにしてください。あと色範囲についてはフルとリミテッドの2種類がありますが、フルの方が表示できる色の種類が多くより綺麗な映像になるのでフルに設定するのがおすすめです。ここまで設定することができたら OK をクリックしましょう。すると音声の項目にあったサンプルレートを変更したことが影響して OBS の再起動を求められるので、はいをクリックして再起動してください。ここまで設定を行うことができたらタスクマネージャーを開いて実際にテスト配信を行いましょう。配信中に CPU 使用率が高くなりすぎるのはもちろんですが、今回はエンコーダの項目で NVIDIA ENVENCE HEVC を選択しているので、配信中の GPU 使用率も高くなりすぎると映像や音声に異常が出る場合があります。使用している PC のスペックにもよりますが、一つの目安として CPU 使用率と GPU 使用率が 70% 以上にならないように配信中の様子をタスクマネージャーでチェックするようにしてください。もしも 70% 以上になっているのであれば、プリセットをパフォーマンスに下げたりビットレートを下げたり解像度や FPS の設定を下げて対処しましょう。
ちなみに HDR に対応したモニターやスマホなどで YouTube を確認した時に画質設定の横に HDR の文字がついていることを確認してください。これが出ていない場合は正常に HDR 映像を配信できていないか、 HDR に対応したモニターやスマホなどを使用していないか、 HDR に対応したモニターやスマホなどを使用しているけど HDR 映像を映せる設定をしていないということが原因で表示されなくなっています。その場合は HDR 映像ではなく通常の映像で配信されてしまうので注意しましょう。あと実際に配信を確認してみると HDR の設定状況によっては暗すぎたり眩しすぎたりする場合があるかもしれないです。その時は OBS 側では HDR の色合いの設定はできないので、カメラやゲーム機側の HDR 設定を調整して配信画面を確認するようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることは可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。